はい、それでは今日も農園通信土曜日です。やっていこうと思います。ずーっとこのとこ天気がいいですね。ヤギもいないですね。日陰に休んでます。はい、それではじゃあまた定点のぶどうがだいぶ伸びてきました。長野パープル。あれが大きくなってきた。わけわからないぶどう。葉っぱがチラチラだったやつが一個一個が大きくなってきた。でもこれは確実に長野パープルじゃないや、シャインマスカットじゃないですね。安心していけます。これのどっかの軸にあれを長野パープルを植えられればというか接ぎ木できれば、BK シードです。予防やろう。なんかちょっと葉っぱがちょっと枯れてきた。水はかけてます。去年日枯れさせちゃったので。であれですね、スイカ昨日すべての収穫が終わりました。これ置いとこう、暑いからな。にしてもまあ言うのもなんだけど暑いっすね。メロンも順調には来てますが暑い。そろそろもうあれした方がいいかな。日よけあってちょっと遮光してあげた方が。これがすごい一気になんか調子に乗ってきた。サトウキビ、軸が太くなってきました。こんなに太くなってきた。ちょっと土寄せやろうと思ってたけど全然できてなかったんで、元肥を田植えした時の残りの田んぼの元肥をちょっと根元に振ってバイドって土寄せやっていこうと思います。であとはバナナがこういっぱい出過ぎているので株分けしていきます。何本か株分けしていこうと思います。ちょっとこれ水とか大丈夫なのかな。後でまた水かけてやるか。でここにちょっと草を今度育ててます。またちょっとシートでシート除草、夏になるとシート除草の動画がすごく伸びるんで、やっていこうと思います。はい、順調ですね。メロンもただ今は収穫もない。収穫終わっちゃった。でスイカを毎日動画撮りながら試食動画撮ってるんですけど、かなり調子がいいですね。今のところ13度未満のやつは1個もない状態です。ただ今年のは相対的にいつもより小さいスイカが小さいんだけど味はいい。14度オーバーもちょこちょこ出てくるんで、まだ金色羅皇は食べてない。金色羅皇は一番遅かったからまだ収穫して、その前に収穫した新種があるんで、それであとあれか、後でコメント返しするんですけども、早速途中経過とはいえ千匹や F6 こんななってきました。もう動画以降19日にすぐ巻いて、で今日25日なんで1週間弱ですか、できてきましたね。苗はねやれかけてる。夜の10時から夜中の3時まで、窓を全部こう閉まる設定にして、横もで、冷房をかけて21度で冷房をかけてしばらく休めてあげて、21度で夜の3時過ぎ3時半ぐらいから窓がまた自動になる設定でやってますね。そうやって苗をちょっとそうして休んだりさせてあげるだけでかなりあれが違うんで、花つきとかがこれはやっといた方が、もうやり始めずっとやってんな、エアコン入れてから。そしてこれですね、ぶどうもね袋掛け全部終わって、
これあれなんだけど、まだ硬いカチカチ。ただ柔らかいのもあったんだよな。ちょっとあんまり大きくなさそうなやつを、これはでかいからな。大きいやつはね、袋に入れるのがまた一苦労なんですよ。なのでだからあんまり大きくなさそうなやつをちょっと開けてみましょう。これそんな大きくない房だから、よいしょ。角度かこうかな、こんな感じで。あ、これはね少し上の方が柔らかくなってきた。そろそろじゃああれだな、ちょっともう一回かけるからね、ここ置いておきます。そろそろまた次の収穫が終わっ、いや少しずつやっていった方がいいな。剪定やっていかないといけない。こんなっすわ。こんなだから、これを剪定してあげて一回きれいにしてあげましょう。今まで出荷症が怖かったんで枝の方はいじらなかったんですけど、もう剪定始めます。そして芝刈り始めてます。一回もう1ヶ月以上伸ばしっぱなしだったんで、結構際刈りから何からちょっとやって、あいつがうちのエンジンの芝刈り機で、ここは、ちょっと動画と際刈りの動画撮ろうと思って、こう建物と建物の際を刈るっていう動画ですね。これなかなか苦労してる人多いと思うんですよ。芝生とかあると家の周りでこうそこの境目ちょっと秘密兵器で綺麗に刈るんですけど、こいつは手押しの方、これ癒しになるんだよね。すっげえ気持ちいいのこれ。ちょっと伸びすぎて重い。であれですね、うちの一番涼しいところに来て、もうコメント返し始めようと思います。今週も皆さんコメントありがとうございました。たくさんのコメント、そして千匹 F6 が収穫になって、もう7代目、さっき紹介したように7代目まで行くようになったんで、それに結構反響があって嬉しいことです。ありがとうございます。コメントどんどん行きましょう。6品種の大玉スイカの食レポ抽選会のやつに、本田さんがありがとうございました。無抽選依頼です。公式 LINE にて送りましたよ、本田さん。金色ラを食べてみてください。先週のメロン農家通信、ちーくん、こんばんは。報告通り今日18日に交配がスタートしました。3品種4種類栽培なのですが、今日交配できたのはこれ6日前だね。F2 の小さい方だけでした。ただ明日16日に咲くであろう雌花もちらほらあったので、数日間は交配に、勤しみます。あと2日前16日に 4A のダントツ水溶剤を散布して、アブラムシやカメムシ、ウリハムシ等の姿はなくなったのですが、スリップスが雌花の中にちらほら見受けられました。交配のタイミングなのでこれ以上の農薬は散布は控えたいので、黄色粘着シートをとりあえずぶら下げようかと。一難去ってまたスリップスに対応したいんなら、黄色は粉じらみで、青がスリップスですね。シートの色、それでやってみてください。黄色だと粉じらみがかかりますね、どっちかっつうと。で青がスリップスで、ちーくんはなんかそうだ、LINE の方で僕にあれが来てたんだよな。質問が来てたんだけど、何のあれだったっけな。
ちょっと一回止めて確認します。すぐまた行きます。はい、ちょっと確認しました。ちーくんの動画ちょっと載せます。こんな感じです。はい、長野のちーくんです。無理やり作った簡易雨よけ虫よけハウスでは行ってみましょう。よいしょ。よいしょ。この中に森田さんからいただいた種を含め3品種4種類が植わってます。で、途中こういう背の低いのがどうしても出ます。で、今日で交配がちょっとずれにずれて5日目なんですが、このように、これが22日。これが、よいしょ、19日。で、これが昨日交配したやつ。昨日かな。で、肥大してきてるのも、あるはあるんだけど、やっぱ大きくなってない。これ19日でも、こんなだから多分これは失敗してるのかな。で、こうやって、これが19日でも、このぐらいまで大きくなってるのがあります。一応今日で交配を最後にして、ちょっと生産するんでしたっけちょっとその辺はコメント返しで教えてもらえればと思います。茎の太さはみんなこのぐらいはあるんですよね。この背の低いのもまあまあの太さにはなってます。では最後の交配をしてみたいと思います。はい、交配の動画でしたね。交配をやるっつってやったんだけど、膨らむのと膨らまない、膨らみづらいのがあったっていうことなんですけど、今暑すぎて、でも一つの木に1個ぐらいはちゃんとについてるはずなんだよな。多分そっちに振り向いちゃってる。で、多分長野の方もすごく暑そうだったんで、もしなんかちょっと遮光 30% ぐらい遮光できるものがあれば遮光してあげるのが一番いいっちゃいいんですけど、うちのやつはこんな感じ。同じタイミングでやっぱりこっちの下の方が膨らみづらいやつがある。で 2の方が膨らみやすい。ではこっちは膨らんでる。だからこういうことはあるんですよ。多分暑いんですよ。暑いんでどっかに取られる、そのタイミングのところに全部が大きくなるってこともあまりなくて、あまりないというか、気持ちよく大きくなれないんだろうね。この木なんかはこれがまあ膨らんでるっちゃ膨らんでるんだけど、その上は全然膨らんでこないんで、そういうことはある。だから一つの木で1個でも順調に大きくなるやつがあれば、まあそれを残していくしかないですね。で、あとあれか。あれ、なんだ、木の状態は非常によく見えるんでいいと思います。で、実をつけてそんなすぐ今の状態で生産はしない方がいいです。ちゃんとに水を持たせてあげて、初期肥大をしっかりさせてあげる。しおれさせるまでいかないで。ちょっと曇ってきた。その方がいいですね。ただでさえこう暑い中で頑張っちゃってるんで、しっかりと水が切れないようにキープしてあげるっていうことがいいと思います。はい。それとスリップスが気になるってことだったんで、交配が決まったらもうその余分な脇芽を全部きれいにしてあげて、スリップスが寄るような場所をなくしてあげて、で交配が終わって5日ぐらい経ったらまた防除を何かしら、もう 4A が入ってるってことだったんで9番かな、アファームとかアグリメックとかがいいですかね。今度そんな動画も撮りますか。
取りましょう。それとあとはイピカワイピスさんがこのとこコメント来てないんですけど、イピスさんの報告も来てたんで、こんな感じで載せてみます。はい、スイカ、金色ラオウとメロンが非常に大きくうまくいったっていうことで、ちょっと嬉しいですね。本当に嬉しい。でね、今日はね、実は今は撮ってるんですけど、この動画をちゃんと今日編集しきれるかどうか分かりません。これから中国からちょっと10人来るんで、その人たちをあれして、でそれが終わったらすぐにうちの富津の花火大会が今日あるんで、娘とか子供たちとちょっと行こうと思ってるんで、今日出せなかったらすいません、明日早く出します。で次か、ファイヤーファイターさんがインドネシアのまた絵文字くれてます。ありがとうございます。取りまかし。本田さんコメントありがとうございます。森田農園さんに送ってもらった夏系メロン、種配りおじさんのね、夏系メロン、水を1日 2,3 回かけたら少しずつ葉っぱが大きくなりましたが、気温が40度以上なので思ったように伸びませんが、しばらく様子見です。一応ね、夏系の種だったんで、ちゃんとにっていうか水しっかり、かけててあげれば順調に大きくなってくれると思いますよ。はい。コメントありがとうございます。次、シャインマスカットの袋掛けの動画にイピカワイピスさんじゃないで、ファイヤーファイターさん、日本語に翻訳。ブドウの実に黒い斑点がありますか？実は最終的には濃い赤色になるはずなのに、害虫駆除は徹底的かつ、慎重に行われたのに、これシャインマスカットなんで緑のまんまいくやつです。で最初の点々はあれですね、花落ちの部分のちっちゃな点々が残ってるぐらいじゃないですかね。目立つ病気は今のところないんで多分大丈夫だと思います。もうちょっとしたらじゃあ詳しく動画の方でブドウもうちょっとまたやりますんで、はい、取りまかしありがとうございます。シャインマスカット袋掛けの動画でやっちゃん、房が大きすぎて袋に入らないのは自家製袋を作ってください。緑の袋を展開させて4枚使って巨大な袋を作る。それはいいね、やっちゃん。それはいい。展開させてホチキスでパチパチって止めてちょっと袋作ります。そんな動画も撮ってみましょう。ありがとうございます。いいアイデア。そしてやっちゃんからあれが来てんだ。報告の動画もうそろそろ収穫になるそうなんで、こんな感じです。じゃんじゃじゃーん。金色ラオウでしたっけこれ森田さんからもらった苗で育った金色ラオウだよね。いい子いい子、すごいよ。大玉の割には中玉かもしんないけど、なぜかというとなんか木が全然育たなくて、これが一つの木なんですけど、一株なんですけど、なんか葉っぱが全然でっかくなんなかったんですよね。でメロンの一番旗に植えてみたんですけど、メロンにみんな持ってかれちゃったかな、栄養を。でも十分でしょこの一玉で。もう一つなったんで、ここにもう一つなったので、これもせっかくだから育てようと思ったら全然これは大きくなりませんでした。みんなこっちのこの子に栄養がいってるんで、これは週末に取ってみようと思います。いいぞ。では一番端から全貌をお見せします。いい子ちゃん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 たち、粒揃いのいい子ちゃんたち。これ森田農園さん見てるようじゃない？ほんと感動だよ、やってて。こんないい子ちゃんたち。まあね、中には枯れちゃうのもあるけどね。すごいでしょすごいでしょ。なんかメロン屋さんみたいでしょこんなにすごいんですよ。なんかうまくいってるよね。
なんかうまくいってる。これは棚が落っこっちゃうんで、ここつっかい棒してます。こんなにめった動画送ってくるんじゃねえって思うかもしれないけど、こんなすごいんですよ。これダメなやつね、さっきの。そこまで、ここまで、これでおしまい。こんなんなってますよ。こんなでっかいの。どうするんですか、こんなでっかいの。いいね。はい。いいやつになった。でかくて。そして木もまだしっかりしているから、本当に後輩1日目のやつを試しもぎして、しっかり味が乗ってれば1からも入れて、で、まだ、もうちょっと乗せたいなと思ったら、1日2日我慢して収穫にいければいいんじゃないでしょうか。いいよ、素晴らしい。種配りおじさんのメロン、全うしてて、最高です。次。ハノンさん、高見赤肉メロンいただきました。百貨店で買って食べたものと全く違い、甘かった。糖度高いフルーツ大好きです。いいところ見つけた。ありがとうございます、ハノンさん。ありがとうございます。そっか、直接来てくれた方か。そう、赤肉メロンはベロッサっていうやつです。自分的には満足いく出来じゃなかったんですけど、まあそれなりに糖度は乗ってたんで良かったと思います。ありがとうございます。で、この動画はシャインマスカットの袋かけの動画、本田さん、こんばんは。立派なシャインマスカット、立派になってきましたよ。もうようやくあと1ヶ月。名古屋ミーチンさん、森田さんこんばんは。自分の巨峰は2回目の摘粒ができずに袋かけしたので袋がパンパンになってしまいました。2回だけ完熟してたので今仏壇に備えてます。早いな。巨峰そんな早いんだ。満開が早かったってことか。多分そうなんだろうな。素晴らしい。っていうか、僕も仏壇にちょうどお盆にもげるからお盆様にあげるので、スイカはこの収穫したやつを一つ取っといて、スイカは外見持つんでね。で、露地メロンの収穫のタイミング、通りすがりのやつさん、投げるのはどうかと思う。確かに今は投げるんですけど、向こうにキャッチャーを置いてキャッチでやってます。はい、アドバイスありがとうございます。次、ダイソーのブルーシートで、太陽熱除草の動画で、エディですさん、お日様が1日当たるのならこんだけ枯れるんですね。うちは、裏庭なんで半日しか日が当たらないので1週間でもまだ枯れていない。そっか。でも半日日が当たればワンチャンこの暑さなら水を打ってから、この間のアドバイスにもあったんだけど、水を打ってから透明ビニールをかけてあげればいけるかもしれないですよ。やってみてください。ツバメの大家さん、うちはヨシで実験していますが、最初にコンパネで踏み倒してから透明のビニールシートを敷きました。コンパネはもらい物、ビニールシートは廃品だったのでタダです。押さえは採石のでかいやつなのでタダです。素晴らしい。ツバメの大家さん。そしてそれが枯れてそのまんまにしとくと、しばらくまた次の草を抑えられるっていう作用があるんでいいですね。ぜひ。ありがとうございます。コメント。硬いメロンを緩ませる方法のショート動画に、ROUZ1VV さん、今年のスイカ王さんの動画が流れなくてこなくて、服に書いてあった百姓とかめっちゃ探したけど見つけられなくて、たまたまラグノテックとコラボしてるやつで名前言ってたからやっと見つけられました。チャンネル登録しました。今年もメロンとスイカの動画楽しみにしています。ありがとうございます。RO さん、ぜひ見てください。しばらくはちょっと試食の動画ばっかりになると思います。試食というか出来上がった後は、今週はスイカの収穫から
試食糖度測定の動画が6品種分あって、あとは線引きや F6 の、小さい方の本当の最終回の動画作ってあるんで、あとはそれ編集して出すんで、しばらくは試食の動画、あとね、岡山の通信の中で岡山から来た原種を作ってたんですけど、それの動画もあるんで、ぜひ見てみてください。そして F7 もまたやっていくんで、スイカとメロンの動画見てください。ありがとうございます。純一さん、いつも楽しい動画をありがとうございます。今週はピノガールの出荷に追われ、来週からようやく金色羅皇の出荷が始まります。日中の昼はもう、作業をするのがしんどい時期になりました。お体を大事にし、楽しい動画をこれからも頑張ってください。応援しております。純一さん、東家の純一さんね、そうだ、東家の純一さんからも報告。純一さん、何気にスイカやべえ、アホみてえにすごいよ。いっぱいやってる。やってんのよ。ちょっとすぐじゃないんだけど、一応あるんで、ちゃんとにそれを、純一さん、あった。純一さんの、様子、金色羅皇とかスイカ、金色羅皇とか500とかやってるっていう、500株とかやってて、こんな感じですね。すごい。空中栽培、ネットで。すげえ。空中でやってるのもあるし、路地でやってるのもあるんだな。で、試し撮りで 14.8 度。優秀ですね。純一さん写真使わせてもらいました。ありがとうございます。そして、リュウさん。今まで毎年路地でほぼ失敗してたメロン栽培。今年は森田さんの動画を真似して、小さな雨よけハウスを作って、エルシー、エリーナ、高見レッド、グリーンネットメロンを4品種だね。から育て、立体栽培したところ、40個ほど収穫にこぎつきました。森田さんの贈答用メロンの食味ほどには及びませんが、少なくともスーパーで買うよりは断然美味しかったです。大成功。めっちゃ嬉しいです。問題は一気にできすぎて食べられないことでしょうか。まさかにこんなにうまくできるとは夢に思わず。よかったじゃないですか、リュウさん。グッドですよ。周りの人とかにどんどん配って、美味しいメロンをあげると何かが返ってくると思うんで、そんな感じでやっていきましょう。無理に食ったってしょうがないから。で、その美味しいとかいろんな感想が自分の嬉しいあれになるんで、ぜひ人の評価も上げるなりして、聞いてみるのもモチベーションが上がるいい方法かもしれません。今からまた種まけばギリギリ寒くなるまでに収穫になるかもしれないんで、抑制メロンもちょっとやってみると面白いかもしれません。はい、コメントありがとうございます。シンさん、家庭用ゴミ袋でもできるよという動画だと思います。ゴミ袋また使えますしね。確かにそうだね。ショート動画の家庭用のゴミ袋をホームセンターで買ってきたゴミ袋で敷いて太陽熱除草をする動画にコメントくれました。しんさん、ありがとうございます。アリナさん、なるほど。こういうダイソーのブルーシートの今暑いからこの太陽熱除草の去年とか一昨年の動画が意外と伸びてて嬉しいことです。ありがとうございます。アリナさん、なるほど。こういう方法もあるのか。永遠に消したい自分は違う方法。採石場行けば排気のコンベヤー1ミリ厚のゴムベルトが転がってる場合があります。確かに僕ね、コンベヤーのベルトの幅が広いやつもらってきて、軽トラの荷台のゴム、新車の時とかで普通に買えるんだけど結構1万円近くしちゃうんで、そのゴムを形に切って2枚こう引いて軽トラのゴムにしてありますね。はい。で、そのゴムを処理代が高く貯めているのです。喜んでもらってくれて言います。ただサンダーで切ってもなかなか切れない強固さ。確かに僕もサンダーで切った。
それでいて長さ1メートルにカットしても異様に重いんですよ。だから異様に重い、まあ重いんで、後ろにやっても飛んでいく心配がないんで、僕のね軽トラの場合は。で根性で数十メーターもらってきました。根性で数十メーターもらってきました。軽トラが沈みまくったけど使い道、確かにゴムはね、コンベヤのゴムはね、例えばね、それこそ自分の動線、僕石引いてあるんだけど、家からこっちに来る道、こういうところにしてもいいしね、抜からないようになったりね、意外とあれしてみると使い道、それも草も来ないし、いい方法だと思います。アリナさん、コメントありがとうございます。抽選初参加で TK40 当選しました。森田さんありがとうございます。食レポ直接 LINE で送ります。はい。松本菊夫さん来たね。ありがとうございます。メロンの種まきの1日で発芽のショート動画、すごってケイタさんから来てます。ありがとうございます。種が新しいと本当に一晩で出ます。この猛暑を利用して、3種類のゴミ袋のイーグルさん。イーグルさん、草の動画いっぱい見てくれてんだ。ありがとう。先週も2つの動画にコメントいただいて、太陽熱除草を試してみました。5メートル ×2.3 メートルの透明ビニールシートを Amazon で注文したら、2日遅延で送られてきた透明ビニールシートは5メーター×1メーターぐらいしかない商品でした。これはちょっとあれに偽りがあるな。ちょっとね、半分以下だからね。広げてから分かったので返品するのもめんどくさく太陽熱除草を試してみました。今日で3日目で4メートルくらいは枯れたんですが、斜面の1メートルぐらいがなかなか枯れないようで、やっぱり隙間があるよとダメなのよ。そうだね。隙間があるとダメなんで、うまく踏み潰して隙間ができないようにすれば、真ん中がちょっとこんもりしてるぐらいだったらそのまんま蒸し込んじゃえるんですけど、隙間風が入ってくるとどうしても蒸し込みが甘くなっちゃうんで、そこらはあれですね。あれだったらなんかちょっと重みのあるパイプとかなんかを4箇所うまくやってあげて、隙間がないようにやったらいいと思います。でも試してくれたんだ、イーグルさん。ありがとうございます。コメントも。4種類のロジメロン、ついに収穫の動画。お疲れ様です。野々原裕太さん。お疲れ様です。いよいよ収穫ですね。うちも収穫になりましたが、今年はちょうど肥大期に雨が降ったりで、長文。関東のロジメロン農家にとっては当たり年でしたね。茨城県の高見メロンも収穫が終わってメロン畑全体が枯れたつるだけになってきました。茨城の方か。メロンどころ。自分の方も今年は大豊作で糖度はほとんどの品種が15から18度ですが素晴らしい。ディーバは今年初でしたが、後輩30日ぐらいで森田さんと同じくやっぱり硬いなという感じで、ヒルネットがいくつかあったので、ヒルネットってちょっと硬くてパキパキってちょっと大きく荒れるやつですね。34日あたりでアークランドを散歩しました。1回やってればね、もうちょっと早めにアークランド入れてもよかったかもしれないですね。そうしたらヒルネットも抑えられたかもしれない。まあそれも勉強なんで。結果的にディーバは非破壊糖度計で20から21度、アナログ系の実測値で糖度17ぐらいしか出ませんでした。全体的なメロンの状況としては、若干発酵化があったのと、追熟も5日を過ぎると潤みが広がっちゃってのが多かったです。クインシーだけは5日以上でも美味しく食べれました。自分の収穫目安ですが、最初お尻の割れを意識していましたが、それよりも理想のリングが出るより縦割れが若干入るあたりで収穫しています。出荷とか考えるんだったらやっぱりそこのやつがベストですよ。そしてクイーンシー赤肉で、発酵とかには強いんで、本当にまさにおっしゃる通り。うどん粉の株の結果についてはやっぱり他と比べると糖度が2度ほど落ちる傾向があるようです。次回からうどん粉になる前から防除を徹底していこうと思います。そうだね。ちょっとポチンを見つけたら早めに対処、それがいいことですね。もう粉になっちゃうと止まらないですからね、うどん粉は。ディーバについて追記ですが、自分の今回の経験では着火設備は9から11節あたりが大きさも良かったです。メーカーの推
推奨では着火後52から55とありましたが、今回は51から収穫で55日まで。それを過ぎると理想の縦割れが始まってくるなという感じでした。僕のとこは木がしっかりしていたからかな。意外と持ちが良くて60日ぐらいで理想が来たんだよな。で55日ぐらいだとまだ本当に硬かったんで、木の出来ですよね。やっぱり木が弱ってこなかったから、どうしても、収穫期が後にずれた。最後に秋系メロンも種まき始めました。抑制だね。今回は23年に作ったオリジナルのオレンジ系メロンの種が余っていたので、それを種まきして鉢上げまで終わりました。メロンの種は種取りから5年くらい経過しても発芽できるようですね。デシケーターの中に入れとけばもうちょっと持つ、10年以上前のやつも出たりするんですけど、やっぱり、5年までぐらいが安定して平らに出てくるかな。発芽率はやっぱりどうしても期間とともに落ちていくんで、長々とすいません。これからも森田さんのチャレンジに期待しております。ありがとうございます。丁寧なコメント。野々原杉裕太さん、秋作メロン一緒にやってみましょう。線引きや F7 がそんな感じでやっていこうと思います。太陽熱ズエズエフスキーさん。膝丈ぐらいまでならできそう。育っちゃったセーターを泡立ちそうみたいなメートル級は無理か、やり方考えないとね。確かにね、泡立ちそう育っちゃったやつはもう潰しても潰しきれないんで、それだったらある程度に払っちゃって、それで次の新芽を叩くみたいなやり方しかないのかな。そこまで大きくなっちゃうと。やっぱりおひし葉とかああいう除草剤でもなかなか枯れない小さいっていうか、そういう草の方がこの方法は効果的かもしれないですね。はい、コメントありがとうございます。シャインマスカットの袋かけ夏姫、マスカットが好きすぎて滅でしょうか。確かに好きすぎて滅ですね。そんな感じでショート動画のところのやつ聞いたことあるあれだったので、歌だったのでサウンドをそれで入れてあります。コメントありがとうございます。食べた千匹屋メロンの動画にポテトさん素晴らしいメロンありがとうございます。なんとか元に近いようなメロンに、これは F2 の時ですね。はい、ありがとうございます。コメント次、シャインマスカットの袋かけ陸良さん。見事なブドウですね。うちもブドウ1年生でかなり伸びてきました。そしてムーンライトのメロンが日焼け障害になって傷んできました。日焼けだとやっぱり紙かけてあげてください。肩のところがどうしても焼けてケロイドになったりするんで、それと玉が逃げちゃったりするんで、紙かけてあげてください。だいぶ違うと思います。新聞紙で大丈夫なので新聞紙でかけてあげてください。シャインマスカットの袋かけ武藤さん。マスカット大きくなってびっくりです。楽しみですね。楽しみです。あとお盆明けから食べられると思うんで、また、食べに来てください。はい、うどんこ病徹底攻略の動画にショックチルドさん、本当素晴らしい動画ありがとうございました。助かりました。よかったです。作った甲斐があります。コメントありがとうございます。シャインマスカットの袋かけ森田さん、先日はお忙しいところありがとうございました。町田在住です。千葉が大好きです。なぜ？野菜、米、魚超美味しいからです。でここにフルーツ見つけました。森田農園です。人柄と技術が美味しいものを育てているのですね。メロン収穫されているのを楽しみにしています。ありがとうございます。実はね、24日頃って言ったんですけど、まだ昨日の時点で糖度が14ぐらいだったんで、もう1日2日、もう2日ぐらいして収穫しようと思っておりますので、もうちょっとお待ちください。そうだ、町田から夫婦でデートで車で来てくれた、夫婦の方ですね。コメントありがとうございます。ありがとうございます。実物の方がいい男だって言ってもらった。ありがとうございます。メロンちゃんと送るんでお待ちください。千匹屋メロンの収穫の動画でファイヤーファイターさん、
おじさんの収穫か。まあ、おじさんの収穫。52歳なので、おじさんですよ。ありがとうございます。鳥まかし。酪農テクトの試食の動画で、We8SZ さん。職人だね、この人。酪農テック、一人弟子入りしたら、他の YouTuber と被りまくる動画を出しているより将来性があるよ。メロンは日持ちするから市場があるよ。まあそうですね。でもね、彼らは、メロンっていうよりどっちかって言ったらイチゴの人だから、もうイチゴのことをやっていけば。でも近くなんで行ったり来たりするんで、また動画も一緒に撮ったりするんで、その時はまた見てください。コメントありがとうございます。We8SZ さん、ありがとうございます。そっか。千匹屋メロンの最後の方でどういう動画の撮り方をしていこうかなっていうやつで、その千匹屋の動画、まあここいらにやっておきましょう。千匹屋の動画にコメントを求めてたんですが、グルーブさん、途中経過も楽しみたいです。猫さん、育ちのたびに都度見たいです。ぜひ。本田さん、森田農園さん、こんばんは。3が希望です。3はね、なんかアイデアがあったら教えてくださいってやつなんだよな。1がダイジェストで、2がそのまんまその都度取るかでっていう感じだったんですね。3、なんかアイデアがあれば本田さん。名古屋みちんさん、森田さんこんばんは。森田メロン F2 の種をまいて F3 の秋作に挑戦します。頑張ってください。頑張りましょう、一緒に。多分 F7 と同じ感じでやっていけると思います。ちょっと前のやっぱり割れてきた路地裏路地栽培の路地メロン4種類、すごい立派なメロン。宝の山、羨ましい。いや本当ですよ。うまくできるとメロンは宝の山ができるんですよ。はい。ユーザー DT6F さん、コメントありがとうございます。これで最後の方ですね。やっちゃん、千匹屋 F6、綺麗な断面ですね。お見事です。続いて F7 が始まりますが、その時の天候、温度、毎回変わるので、つどつど動画が見たいです。成長していく過程が楽しいですよ。ありがとうございます。釣り吉也君、同じメロンでも大小選抜。やっちゃん、じゃあもう、多分そういう意見が多いんで、そうですね、その都度やっていきましょう。 F7 もこの暑い時からだんだん日当たりが悪くなる秋に向かっていく、栽培しづらい時期なんで、まあそれの僕の苦労も見てもらいながらやっていこうと思います。ありがとうございます。やっちゃんのさっきこの動画で言ったっけな。やっちゃんの動画ここいらで挟んどくか。やっちゃんのもうちょっと収穫の動画、もっと下の方でできた、やったっけ。やっちゃんのコメントがあれば、多分やったんだよな。やった。やっちゃんの袋のところでやったからね。もうそろそろ収穫頑張ってください。多分いいやつもう見た感じいいやつです。いいやつになってるんで大丈夫だと思います。で、釣り吉也君、同じメロンでも大小選抜されていますが、種の大きさで大きなメロンと小さなメロンの選抜が、種の大きさとかではないんだよな。実の個性で選んでいくのが選抜っていうことなんだよね。で、F1 種の F1 っていうやつはほぼ同じものが大体できる。F2 からはその遺伝子がばらけていくんで、それを選抜しながら元の方の親に近いであろう品種とかにやっていって、でこう選抜していくんですね。だから例えばみやびでもベルダーでもいいんですけど、それを F1 そのまんまメロンができたら、その種をまた植えてるといろんなばらけたメロンができるんで、そのメロンをこう選抜していくっていう作業が誰でもみんなできると思うんで、
試してみてください。で、自分の個性にというか、自分の欲しいメロンに近いものの地に寄せていくみたいな感じ。そんな動画も作ってみましょう。じゃあこういうことだっていうその動画をまだ育苗までに20日ぐらいかかるんで、メロンって F7 それまでにこういうことだっていう動画をAI ジェミニかなんかにちょっとイラスト作ってもらって、それを使いながら説明して、ちょっとそんな動画作ってみます。需要はありますかね。コメントをいただければちょっと頑張って作ろうと思います。稲刈り前までにやらないとね。ちーくん、ダイジェストはダイジェストの良さがありますが、やはり成長作業の都度に説明付きがありがたいです。わかりました。もうそんな方向でやっていきましょうね。これで今週のコメント終わりです。今日のなんだやつはこの後ね、もう実はその小さい方の線引きやF6 をF7 に選抜していく動画ももう撮ってあるんで、それを出していきます。そしてスイカもどんどん毎日のように食べてます。水分補給のために。どれもこれも赤も黄色もみんな美味しくできましたが、いつもよりはちょっと玉伸びが小さかったかなっていうのがありますね。ただ味は美味しい。良かった。そんな動画を来週からまた出していきますんで、今日はこれから花火大会に子どもたちと行ってこようと思います。それでは今週もありがとうございました。もしよかったらグッドボタンをください。チャンネル登録いただけるともっと嬉しいです。ありがとうございました。